ードローブの整え方というテーマにしてお届けしてみたんですけれど、いかがでしたでしょうか。前回の動画に引き続きファッション系の内容だったので、最初はどうかなって思ったんですけれど、前回のルックブック動画の記憶がちょっとこうフレッシュなうちに、それのちょっと補足というか、そんな感じの動画を出してみたいなって思ったので、今回こういう内容でお届けしてみました。前回ルックブック動画をこう投稿させていただいた時にコメントを読ませていただいて、でその中のコメントで合わせづらいアイテム、合わせづらいカラーのアイテムとか、なんかそういう言葉をこうコメントの中にこう見つけた時に、なんかすごいハッとして、そういえば私合わせにくいカラーとか柄とか、そういう風に思うことって全然なかったなって思ったので、それってなんでなんだろうって考えたら思い出したんですよね。すごい昔の記憶というか、ワードローブを整える前にやっぱりこうたくさんお洋服持っていたのに、なんか着れる服は少なかったなとか、そういうちょっとこうお洋服系で暮らしづらかったこと、生活しづらかったことがあったっていうのを思い出して、なんかやっぱり昔の記憶というか、ちょっとこう都合の悪いことは忘れるじゃないですけれど、今がすごいこう快適すぎて、昔どうやって暮らしていたかっていうのを結構忘れちゃってるなって思ったんですよね。それでふと思い出したので、こういう内容になったんですけれど、でワードローブは私基本的にはベーシックカラーを8割で、それ以外を2割っていう感じで整えていて、でこのベーシックカラーとそれ以外っていう感じで2つにこう分ける考え方って、すごいコーディネートをこう楽にさせてくれるんですよね。で動画の中に1アイテムだけこうベーシックカラー以外を取り入れる場合は、本当に何色でも大丈夫っていう話をさせていただいたんですけれど、本当にそうで、こう全てのアイテムをこうベーシックカラーで全部整えて、1アイテムだけこう差し色を入れたいっていう場合は、本当にどんな色でも合うので、すごくこうシンプルなんですね。で1アイテムだけこうカラーを取り入れたいっていう場合はそうなんですけど、そのうちこう多分2アイテムなので、こう2色ですよね、カラーを取り入れたいっていうこともあるのかなって思うんですけれど、なんかそういう時は2つの色のアイテム以外の色3色目ですよねをベーシックカラーにする場合、そのベーシックカラーを全部同じ色で統一してしまうとすごいやりやすいなと思っていて、なので前回のこうルックブックの動画で言ったら、例えばスカートがレッド系でトップスがグリーン系とかってなって、色を2つ合わせるっていう場合は、あとは靴とバッグは黒で統一するとか、なんかそういう感じにするとすごいやりやすいなって思っています。でこういうこうベーシックカラーそれ以外っていうこう2つに分ける考え方って、本当に無駄なお買い物とかもなくしてくれて、こうお財布にも優しいし、本当にね、私これを実践してからお洋服の着方に困るっていうことが本当に なくなったんですよね。難しい柄とか難しい色とかっていうのもなくなったし、すごく快適なので、ぜひ気になったっていう方は実践してみていただけると本当に損はないかと思います。はい。でお洋服ってやっぱりこう他人が見る自分の目って思いがちなんですけど、実は意外とそうでもなくって、こう自分が自分が自分を見る目をこう育てるっていう意味ですごくやっぱり重要な存在だなっていうふうに思っ
っていて、はい、なので本当にこうコーディネートって本当にそれぞれの方がそれぞれの好みとか傾向とかあると思うんですけれど、こう自分自身がこう生き生きと生活するためにすごい重要な役割をこういろんな意味でしているなって思っています。で最後にちょっと補足で、あといろいろこうコーディネートの話でカラーのお話とかさせていただいたんですけれど、バッグとかアクセサリーの金属類ですよね。ゴールド系とかシルバー系っていうのがあると思うんですけれど、これをこう統一した方がいいのか、そうじゃなくてもいいのかっていうお話があるのかなって思うんですけれど、私個人的にはそんなに気にしていないんですね。私はアクセサリーがゴールド系だったけどバッグの金具はシルバー系だったとか、あんまり気にしてなくってっていうのも以前はやっぱり気にしていたことがあったんです。やっぱりバッグの金具がシルバーだからアクセサリーもシルバーの方がまとまりがいいかなとかって思って気にしていたこともあったんですけれど、なんか実はそれがなんでそんなに気にしなくていいのかもしれないって思ったかというと、有名なシャネルのバッグがあると思うんですけれど、すごくこう有名なクラシックのものじゃなくってシャネルのバッグの中にディズヌフっていう19っていうフランス語でラインがあって、そのラインのバッグって実は注意して見てみると金具の部分がシルバーとゴールドの両方でできているんですね。私それを見た時にもしかするとゴールドとシルバーって結構一緒にするとこう良くないっていうイメージがあったけど、そうでもないのかもしれないって少しこう思い直した経験があって、それをこう見た時に、なのでそれ以外そこまで気にしていないんです。というかオフィシャルななんか場に行くっていうコーディネートはちょっとなんか違うのかもしれないんですけれど、私たちがこう普通に生活する範囲においてはなんかこうゴールドとシルバー混ぜてもなんかそれも面白いのかなって思うようになって、なのでそこら辺もそんなに気にしないでコーディネートしてます。はい、では今回はおしゃべりこんな感じでちょっとお伝えしきれなかったことを補足も兼ねてしてみました。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。